お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が、ソビエト連邦軍の戦車に対抗すべく開発がなされた、対戦車自走砲である、ナースホルンについて解説をする。今まで取り上げた自走砲や駆逐戦車と比較しても、とりわけごついな。ごつい車体と長い砲身が独特だよね。解説を始める前に少し宣伝になるんだが、1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。最近は野戦防空を遂行する対空戦車も扱っております。というわけで、ナースホルン対戦車自走砲の解説をしていくよ。ナースホルン対戦車自走砲は、それまでにドイツ国防軍が保有していた対戦車自走砲とは、一線を画する重厚な戦闘車両だが、その開発の経緯上重要となったのは、バルバロッサ作戦だった。独ソ戦か。バルバロッサ作戦は、ヒトラー総統率いるナチスドイツが、独ソ不可侵条約を破って突如ソビエト連邦に侵攻した奇襲作戦だ。機構車両の関係で言うと、バルバロッサ作戦でドイツ国防軍は、ソビエト連邦軍の想像を超えた優秀な戦車に難従することになる。ソビエト連邦のどんな戦車？ T34 だ。ドイツ国防軍は、西方電撃戦で長年の宿敵であったフランス軍を撃破し、自身の装甲部隊に大きな信頼を寄せる一方、独ソ戦が始まるまで、ソビエト連邦軍のことはある意味舐めてかかっていた節がある。しかしながら、バルバロッサ作戦でドイツ国防軍が目にしたのは、ドイツ軍の砲撃では撃破が困難な分厚い装甲をまとった T34 だった。T34 ショックと呼ばれるほどの衝撃を受けたドイツ国防軍は、前線からの報告や、前線への調査団による派遣調査を経て、機構戦闘車両の生産に関する計画を大急ぎで練り直すことになった。紆余曲折はあったにせよ、西方電撃戦であれだけの結果を出した以上、慢心があったのかもしれないね。ドイツ国防軍としては、従来の車両とは異なり、ソビエト連邦軍の T34 などの車両を撃破できる、強力な戦闘車両を欲していた。ちょうどそれに符合するように、ドイツ本国ではある自走砲の開発が進捗していた。アルケット社は、ドイツ国防軍の主力戦車を構成する、3号戦車と4号戦車の部品を使用し、自走砲として設計をした、新型車両を開発していた。どんな新型車両を？その名は、34号火砲搭載車両。想像以上にそのままの名称だったな。しかし、ドイツ国防軍の自走砲等にありがちな話だが、ヒトラー総統の直感的な指示により、この新型車両たる34号火砲搭載車両の開発系統は、結果的に2つに分かれることになる。総統殿はどんな指示を飛ばしたのかね。34号火砲搭載車両に搭載する手法に関し、指示が2点3点したんだ。当初はヒトラー総統の承諾のもと、15センチ榴弾砲を搭載する予定になっていた。15センチ榴弾砲レベルの手法を搭載する以上、並大抵の車体では支えきれないため、わざわざドイツ国防軍の主力戦車たる3号戦車と4号戦車の部品を使用したという経緯も、これに端を発している。15センチ榴弾砲を搭載した自走砲は、それはそれで正式化に至ることになるんだが、15センチ榴弾砲搭載型の完成した試作自走砲を閲覧したヒトラー総統は、この車両に8.8センチ PAK43 を新たに搭載することを下命する。8.8センチ PAK43 は、ドイツ国防軍がラインメタル社及びクルップ社に対し、高射砲の開発を依頼したところ、両社の開発した試作高射砲が、量産に至らなかったことを受け、新しくドイツ国防軍は戦車砲として設計し直すよう再発注をかけた結果、誕生した対戦車砲だ。クライアントに振り回される苦労が忍ばれるな。8.8センチ PAK43 は、それまでの対戦車砲と比較して非常に威力が大きく、その点についてはドイツ国防軍の期待に応えたが、威力を重視した結果、重量は増したため、戦場における牽引の困難性という問題、さらに、砲火の生産性がそれほど良くないという問題が付きまとった。牽引車使えば良くない？常に前線に牽引車があるわけじゃないんだ。しかも、
連合軍に鹵獲された結果、その強大な威力を誇る射撃がドイツ国防軍の戦車部隊に向けられるという、皮肉な状況も生まれたらしい。なるほど、そうするとナースホルン対戦車自走砲は、ヒトラー総統の突発的な指示で、8.8センチ PAK-43 を搭載して生産されたわけね。いや、手法はさらに変更されることになる。どんな手法になったの？ 8.8 センチ PAK-43-41 をベースにした対戦車砲だ。8.8センチ PAK-43-41 は、先ほど言及した8.8センチ PAK-43 の量産性が、戦時中という状況もあり高く評価されるものではなかったため、8.8センチ PAK-43 に匹敵する火力を有する対戦車砲で、かつ、量産性にも優れる対戦車砲の需要が存在した。その需要に応えたのが、この8.8センチ PAK-43-41 だ。8.8センチ PAK-43-41 の開発と量産にあたっては、新しい部品を設計するのではなく、極力、すでに存在する火砲の方針を改良するなど、既製品の有用を多く取り入れ、容易に量産ができるよう配慮された対戦車砲だった。この量産性の良さという特徴もあり、ナースホルン対戦車自走砲の手法の座は、8.8センチ PAK-43-41 に落ち着いたというわけだ。紆余曲折だったな。正式化された本社は、当初、名称としてホルニッセという名前が与えられた。ホルニッセってどういう意味？ドイツ語で、スズメバチという意味らしいです。なんでホルニッセからナースホルンに名称が変更になったの？総統のご命令です。次に、ナースホルン対戦車自走砲の構造について話をしていこう。先ほども言及した通り、ナースホルン対戦車自走砲は、3号戦車と4号戦車の部品を使用していたので、ある箇所は3号戦車の部品、ある箇所は4号戦車の部品と、結構複雑な構造だった。車体もそのまま使った感じなのかね？いや、エンジン、戦闘室、操縦室の区画構造に関し、ナースホルン対戦車自走砲の場合は、戦闘室を車体の後部に設け、エンジンをあえて車体の中央に移動させるという構造を採用し、この点については有用した車体を改造して生産をしている。エンジンを車体の中央部に持ってきたら、手法が真上にあって危なくない？確かに、ナースホルン対戦車自走砲の手法はほぼエンジンの真上に位置することになったので、冷却装置やエンジンの吸気及び排気設備には工夫が施され、車体の側面等で行われるよう設計上の配慮がなされた。ナースホルン対戦車自走砲は、独ソがぶつかったクルスクの戦いで初陣を飾り、その有用性がドイツ国防軍に認識された。3号戦車や4号戦車の部品を有用しているとはいえ、自走砲という性質上、戦車と比較して装甲は薄くなっており、防御力には不安があった。しかしながら、その強大な火力と、光学照準器が使用されることによる精密射撃によって、連合軍を震え上がらせた。さて、以上の通り、ナースホルンの解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の記載にして、満州事変という一大事件を立案、主導した異彩の陸軍中将、石原幹事の解説動画です。石原幹事の破天荒な青年将校時代、エリート参謀への登竜門である陸大を闊歩した陸大生時代、そして満州事変を起こす関東軍参謀時代、満州事変における凄まじい活躍と激戦ぶりを一挙に解説しております。複数の動画を統合した総集編なので、動画間のつながりの箇所がありますが、気にせずにご覧いただければ後人の至りです。個人的には、石原幹事の陸大生時代、陸軍大学校の参謀演習旅行の一環で、あんまり意味のない課外学習に連れ出され、学生らは課外学習の報告書の提出が義務付けられた際に、他の軍人学生らは意味のない課外学習だけに頑張って報告書を作文してるのに、石原幹事だけは、報告書に所見なしって4文字だけ書いて提出したっていう逸話が好き。破天荒だな、いろんな意味で。東条英機との対立なんかは有名だね。
ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。